皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地の紹介動画、第2弾です。前回、ゲームの紹介をしたのですが、今回は、もう少し詳しく紹介していきたいと思います。具体的には、どんな紹介してくれるの？今回の紹介は、まずは何をしたらいいのかについてです。牧場物語は、たくさんの要素、進め方があるので、人それぞれです。なので、一つの参考として見ていただければと思います。では、早速ですが、牧場物語といえ、世の中やっぱりお金です。何をするにも、お金が必要になります。せちがらい世の中やな。牧場物語でお金を入手する方法は、出荷です。出荷。毎日、寝ると、その日に出荷したものが収益として表示されます。それが資金源になるんやな。そうです。稼いだお金を使って、いろいろな買い物ができるのですが、例えばはじめは、テント暮らしです。そこから大工さんへ行って増築してもらうと、ログハウスになります。ログハウスになれば、料理などできることが増えますが、ログハウスもただではありません。まあそりゃあな。そこで必要になるのが、素材とお金です。例えば、ログハウスの場合は、2000と原木が20本です。いや、ログハウス作るのに、原木が20本って少ないやろ。そこは、まあ、さすがは大工さんということで。とにかく、お金が必要になります。まあそこはわかった。で、稼ぐには出荷やったっけ？はい、出荷です。そこは、やはり、牧場物語、作物を育ててお金稼ぎしましょう。ということでまずやることは、目の前の土地を耕すことにあります。最初から、ある程度の広さの土地を耕し、種をまきましょう。あまり広げすぎると、それにだけ手がかかってしまい、他のことができなくなってしまうので、収穫できる程度にしておく必要があります。結局はじめは、どの程度がいいの？そうですね。牧場物語は、24時間が24分で過ぎます。現実時間の1分が、牧場物語内では1時間ってことか。そうです。朝は、毎日6時に起床します。ミネラルタウン時は、疲労度により、始まりの大地の時は、就寝時間により異なりました。よって、今回も、条件によっては、起床時間が異なるとは思いますが、健全な生活をしてれば6時です。説明が細かいな。まあ、仮に、21時就寝の6時起床だとして、18時間が活動時間になります。つまり18分しかないってことやな。その間に、家畜の世話や作物の水やりなどをする必要があります。後々、自動的に水やりなどもできるようになるようですが、それまでは自分でする必要があります。水やりもサボれば、作物の育ちが遅くなったり、品質が落ちたりするでしょうから。毎日の日課になるわけです。ふむふむ。今映している畑で、左手に中9区画、右手に中6区画です。合計で55区画分あります。はじめは、1区画ずつしか水があげれないので、2秒で1区画水やりできるとして、2分ほどかかります。マジで細かいんやけど。6時起床で、2時間で水やりが終わります。そんなシビアなゲームなん？そういうわけではないけれど、知っておいて損はない。あくまで目安ぐらいに。了解した。解説続けます。お店が開くのが8時なので、ちょうど、その程度が、いい広さかと思います。6時に起きて、2時間で水やりが終わるくらいの広さが限界ってことやな。そういうことです。進めていって、じょうろが良くなり、同時に水やりができるようになったら、もっと広げても問題ないです。そこは進行度で判断してください。最初の最初って感じやね。つまり、50区画から60区画くらいがいい、と。そうです。次に育てる作物についてです。作物には品質があり、より良い土壌だと、良い作物が育ちます。しかし、序盤は、当然良い土壌ではないので、品質の良い作物は育ちません。良い品質の作物の方が高額で売れるのですが、そこは仕方がないです。ふむふむ。料理などを早くからやりたい場合は、たくさんの種類の作物を育てるのがいいですが、そうじゃない、全部売るのであれば、序盤ではキュウリをお勧めします。なんで、キュウリなん？今後判明する特殊な理由がない限りは、キュウリが望ましいです。理由は、連作ができるためです。連作？一度植えた後、収穫すれば、通常は、また種まきから行います。
連作可能な作物は、収穫してから種をまかなくても、もう一度育ちます。なるほど。初回に多少高くても、種を買い直さなくてもいいのは安上がりやな。今現在判明している情報は次の通りです。じゃがいも、連作なし、収穫まで6日。かぶ、連作なし、収穫まで4日。きゅうり、連作3回、収穫まで7日。玉ねぎ、連作なし、収穫まで6日。いちご、連作なし、収穫まで8日。ラディッシュ、連作なし、収穫まで5日。当然、金額の高い種の作物ほど高額で買い取りされますが、その分、収穫までの日数が長い。それやったら収穫まで短くて、金額が高い株の方がいいんちゃうの？そうですね。連作を抜きにすれば株もおすすめです。その分、種の数が多くなりますが。あと、種まきも少し手間がかかりますからね。ああ、種まきも必要になるんか。そのあたりは、好き好きで。作物は、ぼちぼちにして、鉱山で鉱石を取ったり、必要な木材などを取ったり、残りの時間を使えばいいですし、作物だけが収入源ではないので、鉱山の鉱石を出荷するのも良いと思います。次に重要なのは、メーカーを作ることです。紹介動画にあった、このシーンです。ああ、これ、何やったのか、わからんかったわ。これはメーカーというもので、例えば、原木をちゃんとした木材に加工できるものになります。木材以外にも、調味料、糸、インゴット、レンガ、マヨネーズなどあります。他にもありそうですが、そんなに種類があるんや。で、なんでこれが優先順位高いの？これは、時間経過で作成できるものになります。時間経過？例えば、原木を木材メーカーに入れて、しばらく待つと、木材が出来上がります。ふむふむ。で、待たないといけないんです。つまり、まとまった数が欲しければその分、待たないといけない。数を多く設置して、同時並行で作らせるでもいいですが待つのは嫌です。まとまった数が必要になった時に作るのに、時間がかかるから早めから作っておく。そういうことやな。そうです。この手のやつは買うのにお金が必要で、序盤に大量購入はできないため、少ない数でも、せっせと数を多く加工して、生産する必要があります。なるほど。後回しにしたら後手になるな。ということでこれも優先です。最後に、まだ未確認情報ですが、優先したいものがあります。なになに？これです。何やったっけ？ライフです。ゼルダっぽいですね。これが、いわゆる活動限界を示していて、何をするにもこれが減ります。食事をすることで回復しますが、これを増やせる方法があるようです。おお、さっきより1個多いな。過去作のミネラルタウンで力の木の実。3つの里で進行状態で増えました。つながる新天地では体力が増えなかったので残念でしたが、今回は増えるようです。どうすれば増えるのか、まだわかりませんが、率先して増やした方が行動力が増すので優先です。なるほどな。また、わかり、次第情報はお届け、ということで。さて、いかがでしたでしょうか？発売前の牧場物語の紹介でした。まだ発売されていないので、間違ったところとかもあるかもしれませんが、ご容赦を。よかったらチャンネル登録と高評価頼むで。見てくれて、おおきにやで。